最近知り合いからコーヒー始めたいんだけどなんかおすすめの道具あるっていうことをよく聞かれるので、今回の動画では、これからコーヒーを趣味にしたい人が揃えるのにおすすめの道具をいくつか紹介しようかなって思います。で、結構こういう動画って本当にコーヒーを家でちょっと入れてみたいみたいな人をターゲットにしている動画が結構多いと思っていて、例えばそのダイソーの数百円のミルとかを紹介されることが結構多いと思うんですけど、今回の動画はそういう人をちょっとターゲットにはしていなくて、ちゃんと長く続けられる趣味として、ある程度本気でコーヒーをやってみたいって思う人に、個人的におすすめできる道具を紹介しようかなって思います。で、もちろんダイソーとかそういう100均ショップとかで揃えたら多分数千円とかで必要な道具は揃えられると思うんですけれども、今回紹介する道具は、予算感としては2万円から3万円はいかないぐらいの予算感です。で、結構やっぱり高いなって思うかもしれないんですけど、長い目で見ればめちゃくちゃ安いなと個人的には思ってます。やっぱり長く続ければ続けるほど、道具の良さみたいなものもメリットも享受できるし、こうチープな道具よりもやっぱり愛着を持って長く使えるみたいなこともあるかなって思うので、QOL 自体は高い道具かなって個人的には思ってます。なのでちょっと今回4つの道具を主に紹介するんですけど、紹介するのはグラインダーと、あとはドリップケトルとドリップスケールとドリッパーの4つです。で、まず最初に紹介したいのがこのグラインダー。これタイムモアのナノっていうやつなんですけど、これすごい初心者の方にもおすすめできるし、ある程度コーヒーを続けてきても満足いくグラインドができるハンドグラインダーかなって思うので、めちゃくちゃおすすめできます。で、これタイムモアのナノっていうすごいミニマルなタイプのグラインダーなので、ちょっと値段が高くて、これ1万5,000円とかそれぐらいすると思うんですけど、このミニマルなタイプじゃないタイムモアのエントリーモデル、C2 とか C3 っていうモデルが出てると思うんで、そっちでも全然大丈夫です。刃自体にそんな違いはなくて、むしろちょっと C2 とか C3 の方が大きいのでちょっと引きやすいかもしれないなって思います。なのでタイムモアナノでももちろんいいんですけど、タイムモアの C2 とか C3 でもどっちでもいいと思います。で、これ結構金属製で刃自体がすごい耐久性も高いし、軸自体もすごい安定しているので、豆が粒度が均一に引けるんですよね。で、やっぱりコーヒーってリード分布が小さく弾けるのがすごい重要だなって思っていて、タイムモアのミルはそれができると思います。やっぱりリード分布が大きくなってくる、いろんな粒度の豆が混ざってくると、それが雑味になったりとかえぐみにつながったりするので、グラインダーはやっぱりちゃんと均一に豆が弾けるものを選んだ方がいいなって思ってます。でですね、僕の場合はこういう電動のグラインダーとかも使ってますし、こういう高級なコマンダンテみたいなミルも持ってるんですけど、全然こんな道具は必要ないと思ってます。タイムモアとコマンダンテの差とかって正直あんま分かんないですよね。結構値段差あるんですけど、値段分の差があるとは到底思えないし、コーヒー続けてきて僕もう何十年20年とか経ってると思うんですけれども、違いとかあんまほぼ分かんないです。で、やっぱりこっちのタイムモアの方が圧倒的に価格は安いし、クオリティの高い豆を引くことができる。もちろんコマンダンテの方がちょっと性能が良かったりとか、あとはブランドの持つストーリー性とか、そういう情緒的な価値も感じられるので、コーヒー器具をもっといいのを使いたいとか、コマンダンテ使いたいっていう
人はこっちを買ったらいいと思うんですけど、そうではない初心者の方には全然タイムモアのミルの方がおすすめできます。で、長く使っても全然不満がほぼないっていうミルなので、愛着を持って使えると思います。結構質感も良くて、重量感とか、あと手に持った感じとか引きやすさとか、本当にいいグラインダーなので、個人的におすすめできるので、これ結構おすすめです。で、次に紹介するのがドリップケトルなんですけど、僕が使っているのはこの均等のプアオーバーケトルっていう本当に小さい 430ml 分だけお湯が入るものですね。で、1杯分とか2杯分もギリいけるかなぐらいの容量なんですけど、1杯分とか入れる人にはすごいおすすめできます。で、これ湯を沸かす機能はもちろんついていないので、こういうティファールのどこの家庭にもあるような電気ケトルでお湯を沸かして、でそれを移し替えて、これでドリップするっていう形になります。温度の管理が電動のドリップケトルほど精密にはできないんですけど、これでティファールで沸かしたら大体100度になって、それを移し替えたら大体90度強ぐらいの温度になるので、ドリッパーハンドドリップするにはいい温度にちょうどなるのかなって思います。なのでこれ使ってましたけど全然不便ないですし、初心者から上級者にも普通におすすめできる電動ケトルが必要ないよって方は全然これでも大丈夫です。で、こういうタイプのケトルってもっと安いのあると思うんですよね。ニトリに売ってたりとかもするし、他のメーカーからも出てると思います。で、全然均等である必要はなくて、そういうニトリとか他のコーヒーメーカーから出ているこんな感じの小さいケトルで十分だと思います。僕は均等のデザイン性とかが好きなのでこの均等を使ってるんですけど、機能的には全然ニトリのものとかでもいいと思います。デザイン性とかをこだわりたい人はこの均等のものがおすすめかなっていう感じで、このサイズ感のケトルは結構便利です。で、3つ目に紹介したいのがこのハリオの P60 のドリップスケールですね。で、これはもうコーヒー始めた時ぐらいに僕が買ってから未だに持ち続けているもので、すごいいいものだと思います。重量を測れますし、タイマー機能もついているので、お湯を注ぎながらお湯の重量を確認しつつ、お湯を注いでからの時間も測れるっていう優れものですね。で、これ今多分5000円とかそれぐらいの価格帯まで値上がりしちゃってると思うんですけど、未だにおすすめですね。で、もちろんこういう赤い高級なドリップスケールとかもこれはすごいいいものなんですけど、これ精度が重さの精度が高いですし、あとはレスポンスの速さとかもやっぱ優れているので、やっぱ細かい機能を気にしたらこっちの方がもちろんいいんですけど、めちゃくちゃ高いんですよね。で、その価格差がこの2つにあるかって言われると、正直ないなと思っていて、もうこれで正直十分っていう感じです。初心者の方にもおすすめですし、コーヒー始めてきて、なんなら今でも全然これ使えるし、使いたいぐらいな感じのすごいいいドリップスケールですね。で、やっぱりこういうのと比べちゃうとレスポンスが遅かったりとか、お湯を注いでからリアルタイムで重量が反映されない、少しラグがあるので、細かいコントロールはなかなかしづらい面もあるんですけど、家でコーヒーを入れる分にはそんなに気にならないので、このドリップスケールは個人的に今もおすすめできるものかなって思います。ドリップスケールって今結構価格高い中で、比較的ハリオのこのドリップスケールは安い方かなって思うので、価格面でも結構メリットがあるなと個人的には思ってますね。で、最後に紹介するのがこのドリッパーですね。で、僕はおすすめしたいのはハリオの V60 のこの円錐型のドリッパーなんですけど、っていうのもフィルターが手に入れやすいんですよね。結構どこにでも売ってるフィルターで、
いいと。なんですけど、正直ドリッパーは自分の好きなものを選べばいいのかなって思います。これ円錐型じゃなくても台形型のものとか選んでもいいですし、最近いろいろ出てますよね。なんか気に入ったのがあればそれを選んでやっていくのがいいのかなって思います。僕はずっともうコーヒー始めた時からこれ使ってるんですけど、未だに飽きずに使えてるんで、これが好きで使ってるって感じです。で陶器製を使ってますけど、プラスチックでも全然いいです。プラスチックの方がちょっとだけ安いですし、透明でお湯の流れとか見れたりするんで、プラスチック製の方がいいっていう人もいますよね。なので好きなドリッパーを使えばいいのかなって思います。そんな感じでこの4つだけなんですよね、必要なものって。なのでコーヒー始めたい人がどんな道具を選んだらいいかって言われたら、この4つを揃えてくれたらいいと。でその中でも個人的におすすめなのは、コスト面と機能面を考えてタイムモアのグラインダーと、ドリップケトル、均等をおすすめしてますけどニトリとかでもいいです。であとはハリオのドリップスケールと、お好きなドリッパーっていう感じで、この4つとマグカップと豆があればパーフェクトって感じですね。そんな感じでちょっと終わるのも早いんでコーヒー入れようかなって思います。レシピは人それぞれいろいろあると思うんですけど、今回は僕のレシピを紹介しようかなって思います。まずは豆を測ります。僕はだいたい1杯分で 13g ぐらい使うことが多いですね。でこれをミルでひいていきます。で今これ浅めの豆なので、だいたい僕はこのタイムモアのミルで25クリックぐらいでひくことが多いです。結構粗めでひきたいですね。でミルの上から入れて、で受け皿を下につける。でハンドルをはめて回す。こんな感じで結構サクサク弾けるんですよね、このタイムモアのミル。これだけ小さいと結構弾きづらいかなって思うんですけど、刃が鋭いんで割とそんなに力入れなくてもサクサク弾けます。で豆の粗さがこんな感じって見えますかね、これでお湯を沸かそうかなと思います。でその間にペーパーフィルターを準備します。器具を先にお湯で温めてもいいんですけど、温めた方がいいんですけど、もうめんどくさい時は温めずにそのままいこうと思います。で、フィルターも湯通しするタイプとしないタイプの人がいるんですけど、僕はあんましないですね、フィルターの湯通し。好みに応じてっていう感じです。で豆を入れる。でお湯が沸けたんで、結構ティファールやっぱ沸けるの早いですよね。この中にお湯を入れて、温度測ってみましょうか。
こんな感じで100度に沸騰したお湯をケトルに入れると94度ぐらいですかね。94、95いかないぐらいなので、まあコーヒー入れるには十分いい温度かなって思います。で、右側のボタンを押すと 0g になるので、スタートボタンを押して、まずお湯を 30g ぐらい注ぎます。30g って言ったんですけど、40g ぐらい注いじゃいましたね。で、まあちょっと揺らしてあげると、お湯が全体に行き渡るので、まあ個人的にはよくやるんですけど、まあやらなくても大丈夫です。で、30秒から35秒ぐらい経ったら2投目。浅入りは割と勢いよく注ぐのが個人的には好きで、2投目で 90g とか、まあ80から100ぐらいをターゲットにすることが多いですね。で、1分ぐらい経ったら3投目で、ちょっとゆっくりめに注ぐことが多いです。130g ぐらいまで注ぎました。で、1分半ぐらい経ったら4投目で、160とか170ぐらいですかね。で、最後2分ぐらい経ったら5投目で、200g ぐらいまで注ごうかなと思います。お湯を、豆の16倍とか17倍の量の、お湯を注ぐのが、結構一般的なんですけど、好みに応じてっていう感じかなって思います。なんか僕も割と気分に応じてお湯ちょっと多めに入れてみたりとか、しますね。で、だいたい2分半ぐらいで落として、完成っていう感じですね。美味しいんですけど、こんな感じです。レシピは結構人それぞれだったりしますし、あとは常に変化していくものでもあるかなって個人的には思うので、そこは人それぞれ、今回参考程度にしていただければと思います。で、今回紹介した道具、このタイムモアのを見ると、あとはこういう細いドリップケトルと、ハリオのドリップスケールに、ドリッパー、すいません、そっちやっちゃったんですけど、ドリッパーがあれば、コーヒーをこれから始める人でも、満足いくクオリティのコーヒーが得られるかなって思うので、ぜひぜひコーヒーちゃんと始めたいっていう方は、今回の動画参考にしていただければと思います。ではまた。